皆さんこんにちは。見てください。こちら。もうそろそろ春ということで、桜スイーツにね、使えそうな材料をいろいろ揃えました。なんか間違えてさ、桜の塩漬けを2個買っちゃったんだよね。使い切れるかな？まあ、いっか。ということで、今年もいくつか桜スイーツを作っていきたいと思います。よいしょ。ということで、早速作っていくんだけど、先に今日作るスイーツだけ発表しちゃうね。今年はこの4つの桜スイーツを作ることにしました。桜プリンとか桜の形のマカロンとか他にも作りたい桜スイーツがたくさんあったんだけど、ちょっとそれは来年の楽しみにとっておこうと思います。多分今年もめんどくさがってお花見に行かないと思うから、お家で満開の桜を感じられるようなスイーツをね作りたいなっていうことで今に至ります。お相手しましょう。ということで、まずはじめに桜のバスクチーズケーキから作ってます。最近 SNS でケーキとかプリンとかムースとかをお餅の生地で包んだスイーツをよく見るんだけど、私もそれを作りたいなって思って、こんな感じの構成のスイーツを作ってみることにしました。下層が桜のバスクチーズケーキで、上層がミルクムースになってるケーキを大福の皮とかで包んであげるようなイメージかな。なんて言うんだろう、桜っておしとやかで優しい感じの味わいだから、それを崩さないように上の段はシンプルなミルクムースにしました。これだとちょっと色が薄いからちょっとだけピンクに着色します。で、爪楊枝をね新しく買ったんだけど、なんかこの両方が細くなってる爪楊枝を買ってしまって、ちょっと間違えちゃった。6号サイズの型使うの久しぶりかもしれない。あ、待って、こしてない。こすの忘れた。まあしょうがないしょうがない。ちょっとダマが残ってるかもしれないけど、ちょうど余熱が終わったのでとりあえず焼いていきます。切り替えて次は桜クッキーを作っていきます。去年の秋にこんな感じでかぼちゃのクッキーを作ったんだけど、今回はそれの桜バージョンを作ってみることにしました。ここだけの話、本当は桜の練り切りに挑戦したかったんだけど、なんか思ったより白あんが必要で、家にある分だけじゃ全然足りなかったから、急遽クッキーを作ることになったってわけです。ここで引くわけには。めっちゃいい匂い、桜パウダー。しかもめっちゃいい色だね、本当に。桜の匂いだ。桜の匂いってなんだ？こんな感じで濃いピンクと薄いピンクの2色をね用意したので、これで2種類のクッキーを作っていきます。2種類のクッキー生地ができたので、これは冷蔵庫で冷やしていきます。クッキー生地作ってる間にバスクチーズケーキが焼けました。めちゃくちゃいい匂いするんだよね。早く食べたいです。とりあえずこれも粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしておきます。そしたら次は桜のシフォンケーキを作っていきます。シフォンケーキの軽くてふんわりしてて柔らかい感じが桜の優しい味わいとすごい相性いいんだよね。私は桜スイーツの中では上位に好きかもしれない。てかシフォンケーキといえばみんなに言おうと思ってたんだけど、この間ね動画外でシフォンケーキを作ったんだけど、卵白を泡立てる時に横着してグラニュー糖を3回に分けずに最初にいっぺんに加えてやっちゃったの。そしたら焼き上がりはいつも通りだし、中もすっごいふわふわだったんだけど、全然弾力がなかったの。お菓子作りしすぎて麻痺しちゃってたけど、やっぱり本当に繊細だなって改めて思いました。体が言うことを。
よし、オッケー。ひっくり返して、ギリギリまで踏ん張って最後までねしっかり生地を流し込んでいく。はい、オッケー。竹串で表面を鳴らしていきます。結構やる。ほい。はい、OK かな。ということで、これ焼いてきます。すっごいいい匂い。めちゃくちゃ楽しみ。食べるのが。よし。そしたらこのまま抹茶のスポンジ生地を作っていきます。いつもお菓子の具体的なデザインとか今後の作業フローとかはこの生地作りフェーズで考えてます。基本的に生地作りフェーズはいつもほとんど同じ作業だから、そういう違うことを考えてることが多いです。抹茶味にします。今回はスイーツを桜色に統一したいんだけど、全部が桜味だとちょっと飽きちゃうかなと思って、桜モンブランの土台だけ抹茶味にしてみました。桜と抹茶はもう熟練夫婦みたいなコンビネーションの良さだと思ってる。はい。わ、かわいい。てかさ、扉開けた瞬間に桜の香りがブワーってさ広がってきて、すごい。多分焼けてると思うのでね、すぐさまひっくり返したいと思います。よいしょ。ほっと、あつ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 。こんな感じでちょっと逆さにして放置します。かわいいネイルが。旅行から帰ってきたのにまだね、爪がこんなに生きているっていう。パーツも取れてないの。すごくない？ 3 週間くらい持ってんじゃないかな。もうちょっとネイルはどうでもいいので、これを1時間くらい置いておきます。そしたら今日はね、この方に流していきます。久しぶりの登場な気がする。ショートケーキのレシピで作ったスポンジ生地をカップケーキ型で焼くのはこれが初めてかもしれない。冷蔵庫で冷やしてもボソってなりにくいかなって思って、マフィンとかカップケーキのレシピじゃなくてこっちにしました。そしたらこれで焼いてきます。どんくらい膨らむんだろうな。めっちゃ美味しそう、もうすでに。あ、焼けてる。ちょっとさ、中ができてるかちゃんと確認してみるか。ほっ。はい、大丈夫だね。焼けてます。よいしょ。超綺麗なんだけど。これでちょっと一旦粗熱が取れるまで置いておきます。生地が余ったからね、おやつ用に焼いたやつなんだけど、めっちゃふわふわなの。見て、超軽い。マジで美味しい。幸せ。めっちゃ美味しそうじゃない？生クリームにつけて食べたい。ちょっとこんくらいにしておこう、さすがに。よし、次はね、ムースを作っていきます。これはさっき作ったバスクチーズケーキの上に配置するやつね。ちょっと気分でレシピに練乳を加えてみました。よいしょ。そしたら作ったミルク液に泡立てておいた生クリームを何回かに分けて加えて混ぜていきます。そしたらここにムースを流し込んでいきます。よいしょ。大丈夫かなこれ。本当に怖いんだけど。そしたらこれは冷凍庫で何時間ぐらいだろう？ 4 時間くらい冷やそうかな。怖いから。よいしょ。そしたら気を取り直してね、クッキーの方を進めていきます。どんくらいのサイズにしようかな。こんくらい？
でこれを丸めていく。1個試しにちょっとやってみようかな。ちょっとうまくできるかわかんない、正直。なんと私練り切りの道具も持ってるんです。練り切りかな、発音。持ってるはいいんだけどさ、まだあんま使ったことないんだよね。あ、全然やりやすいわ。どう待って、天才じゃない？可愛くない？ちょっと待って。あとこんなのもあるんですよ。めっちゃあるでしょ。これでこうちょっと真ん中を押して、ここもこうちょっと押したいな。やばい、覚醒してるかもしれない。いいんじゃない？めっちゃ。もう一回ちょっと押して。練り切り道具でクッキー作ってるの面白いね。しかもまだ練り切り作ったことないっていう。ちょっと今度作るね、練り切り。作りたいなと思ってんだけど、なかなかね。お、いいんじゃない？見て。で、こっからこういう模様があるの。これ使ったらどうかな。ちょっとこう。いや、なんかいらない気がする。ちょっとどうしよう。よし、ちょっともう一回。待って、桜じゃないですか？はい、これで桜にしようかなと思います。よいしょ。かわいいじゃん。ということで試行錯誤してデザインが決まったので、あとはひたすら同じように作るだけなので楽ちんですね。よし、ワンピース見ながらやろう。てか今初めてさ吹き替えにしたんだけど、声優アニメと同じなんだね。すごいね。めっちゃ豪華じゃん。桜といえばさ、卒業とか入学入社とかそういう切り替えシーズンだと思うんだけど、なぜか社会人2年目の私も最近新しい環境に移動になって、っていうのも職場の研修でちょっとの間違う部署で開発以外のことを勉強するみたいな。そんでこっからが問題なんだけど、その部署が結構グローバルな部署で会議とか資料とかが英語なの。私ビジネス英語とか本当に無理だから、毎日ヒーヒー言いながらコパイロットと二人三脚で仕事してんだよね。かわいい。ということでもう一個の薄ピンクの方も同じように成形していきます。ていうか先週ヨーロッパ旅行から帰ってきたんだけど、やっぱり日本というか自分家が良すぎて、海外はやっぱ旅行でちょっと行くくらいがちょうどいいね。どこもすごい素敵な国だったんだけど、やっぱ自分が生まれ育ったからかな、日本が最高すぎる。っていうか物価が高すぎた。イギリスでフィッシュ&チップスをランチに食べたんだけど1個5000円超えてて、で別の日にちょっと節約も兼ねて今日は普通にチェーン店でハンバーガーでも食べようってポテトとセットのやつ頼んだら3000円超えてたの。あ、日本ラブってなったよね。見て、こんな感じで成形が終わりました。ちょっとこっからどうなるかすごい不安ではあるんだけど、この時点では結構可愛い感じにできてるんじゃないかなって思います。色合いもねすごいいいので、焼いたら多少はね薄くなっちゃうんだけど、うまく焼けますようにって願っておきましょう。ということでこちら焼いてきます。楽しみだね。見て、クッキーがね焼けたんだけど結構焼き色ついちゃってんだよね。なんか途中で焼き色結構ついちゃってるってなって、このアルミをねこうやってかぶせたのなんだけどね、全然焼き色がついてしまってる。なんでだろう。前回そんなに焼き色つかなかったんだよね。やっぱオーブンの温度が全然高いのかな、今のオーブン。こんな感じで中はちょっと焼きすぎかな。味はちゃんと桜のクッキーって感じで美味しいです。か
ぼちゃのクッキーの時はあんなに可愛くできたのに結構ショックなんだけど、切り替えてチーズムースを包むお餅の部分を作っていきます。求肥にするかミルク餅にするかめちゃくちゃ悩んだんだけど、ムースとの相性と生地の扱いやすさも考えてミルク餅にすることにしました。ミルク餅は求肥と比べて破れにくいし、生地も伸ばしやすいし、表面も結構綺麗にできるから、今回のスイーツだと求肥より適してるかなって思います。いい色だね。あ、違う、バター入れてない。バターほいって入れてあげてください。バターを入れたらあとはひたすら混ぜるんだけど、今回中に包むのがムースだから冷蔵庫で保存するから、ミルク餅が冷やしても硬くならないように結構緩めのレシピにしました。変えたところはレンジの加熱時間を少し短くしただけなんだけどね。よー、なんかガムみたいじゃない？気持ちいい。この音 ASMR になりそう。よし、ちょっとここに置いておきます。そしたら一旦このムースを型から外していきます。お湯に浸したタオルでこうやって側面を温めて取り外します。温めすぎると中のムースが溶けちゃうから気をつけないとね。せーの、ほい。やるじゃないか。とりあえずこの層が別に汚くてもいいんだよね。大丈夫そう。あ、ダジャレだ。せーの、はいはい。でこれをこうやってゴミ捨てる。はい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 。よいしょ、はい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 。いける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 。オッケーオッケー。そしたらここからケーキを6等分にカットしていきます。これがね、めっちゃくちゃ硬くて、ちょっとだけ包丁を温めてカットした方が絶対切りやすいんだけど、なんかムースが溶けちゃいそうですごい怖かったから、結局包丁を温めずに力技でカットしたんだよね。ちょっとこの力技で熱々こんな感じ。なんか練乳が下に溜まってる感じするんだけど大丈夫そう？ちょっとやばい、ムースがなんか失敗してそうなんだけど怖いよ。やばい。ごめん、本当に。無事にこんな感じで6等分できたので、もう一回ね、これは冷凍庫に冷やしておきます。そしたらミルク餅が冷めたので、いよいよケーキを包んでいきます。ミルク餅は求肥と比べて生地が甘めなので、分厚くなりすぎないように意識しました。だいたい5ミリくらいの厚さがちょうどいいんじゃないかな。こうやって包んだら余分な生地はハサミでカットします。お餅をハサミでカットするときってめちゃくちゃ気持ちいいんだよね。よし、いきます。せーの。こんな感じです。どうかな。本当にどうしよう、これ緊張する。せーの、でここに乗っけます。重い。よし、これであともう半分やります。さっき桜クッキーを作った時もそうだったんだけど、こうやって同じ作業を繰り返すうちに作業スピードと精度がどんどん上がっていくのがなんとなく実感できるので、そういうところも私がお菓子作りを好きな要因の一つになってるんだよね。よし、最後の1ピースができました。ここにはまってくれるはず。よいしょ。できました。見て。無事できた。いやー、大変だったね、これやるの。とりあえずこれはね、しっかりラップをして冷やしておきます。重い。ちょっとミルク餅がこんくらい余ったので、今ね、こんくらい結構もうめちゃくちゃゆるい
こんな感じね。これが1日後にどれくらい硬くなるのかっていうのをね、ちょっと実験してみたいと思います。なので、しっかりサランラップして一晩冷蔵庫に入れて冷やしてみたいと思います。この伸びからどれくらいね、伸びなくなるのかっていうの。そしたら切り替えて、このシフォンケーキをね、型から外していきます。うわー。ほっ。こんな感じで弾力がすごい。ボヨンボヨン跳ねてるよ。一回ラップをしておこう。よいしょ。そろそろトッピングフェーズになるので、こちらの桜をね使っていきます。水につける。30分くらい。これで30分くらい置いておきます。かわいい桜が。そしたら一番最初は桜モンブランを仕上げようと思うので、先に桜クリームを作っていきます。桜クリームは桜あんを使うんだけど、モンブランって穴の小さい口金を使うから、しっかり裏ごししていきます。後で痛い目見るからね。裏ごしが終わったら少しずつ生クリームを加えてヘラで混ぜていきます。桜クリームってマジで美味しいから、ぜひ皆さん作ってください。桜スイーツを考えた人って天才じゃない？あの花をスイーツにしようなんか思わないもん。見て、あ、綺麗だなーで満足しちゃうよね。生クリームを加え終わったら、ここからハンドミキサーで泡立てていきます。絞った時にしっかり線が残るようにちょっとだけ固めに泡立てます。はい、できた。そしたら準備ができたので仕上げていきましょうか。なんか芝生みたいだね、これ。モンブランの中心は桜あんにしようと思うので、丸めてスポンジの上に乗せていきます。そしたらここからクリームを絞っていきます。いつも通りモンブランクリームが引っかかりやすいように、口金はギザギザしてるやつを使ってます。ほい、できた。それでは桜クリームを絞っていきます。初めて回転台を使って絞ってみました。難しいな、回転台。回転台でやるの慣れないから、ところどころでクリームが途中で切れてしまって、ちょっとこれは練習が必要だね。汚いなこれ。土台は抹茶のスポンジで、中は生クリーム、外側は桜クリームになってるから、カットしたら三色団子のカラーになってめっちゃ可愛くなりそう。はーい、こんな感じでクリームが絞り終わりました。トッピングに桜を使いたいので、一旦これは冷やしておきます。さっき水につけておいた桜をね、こうやって水切りしていきます。結構乾いてきてる。そしたらこれを600ワットのレンジで30秒くらい温めていきます。じゃーん、温めてきました。こうやってお花がちょっとね膨らむというか、花が咲いたようになるんです。かわいいよね。よいしょ。よし、じゃあこれのデコレーションに戻ります。ちょっとてっぺんをへこませて、これはゆるーく泡立てた生クリームね。そしたらこのフリーズドライフレークをね振りかけていきます。そしたらここに桜の花をのっけるんです。待って、かわいい。わざとちょっと茎があった方が可愛いかなって思います。こういうのはここに貼るみたいな、ピックの主張が激しくなりそうなんだよな。ということでなしにしましょう。はーい。
い、ということで、こんな感じで、桜モンブランの抹茶ケーキが完成しました。イエイ！めっちゃ可愛いんですけど。はい、ということで次行きましょう。そしたらシフォンケーキのナッペをしていきます。さっきモンブランで余った桜クリームを使って側面は白とピンクのグラデーションにしていきます。ちょっとほんのりグラデーションになってるの分かるかな。何度も言ってると思うんだけど、桜ってほんと優しい感じの色合いだから、私は結構派手めな色を好む傾向にあるからね、今日はしっかり抑えて穏やかな色をね再現しました。そしたらこの桜っぽいお皿に移していきます。はい、そしたらここからは本気でデコレーションしていきます。この桜の花びらは白あんと桜あんをグラデーションにして作ってます。どう？可愛いんじゃないかな。よしよしよし。この調子でやっていこう。このお花絞りは去年お団子ボックスを作った時に身につけたやつです。といっても今回で2回目だからまだ全然成長途中なんだけどね。そしたらこれを取って乗せると。やばい、これちょっともう一回やり直してるかな。難しいんだけど本当にうまくできない。桜っぽいんじゃない？結構。やばい、上達してるぞ。ほっ、この1個で。こんな感じで花びらが絞り終わりました。こっからね仕上げをしていきます。めっちゃブルブル震えてる。なんでこんな手震えんの？こんななってんだけど。やばい。日が暮れるまた。やばい。やばいんだけど。こっからどうしよう。こういうのあり？ちょっとだけふりかけする。側面には桜の花びらをつけようか。はい、こんな感じで桜のシフォンケーキが完成しました。満開の桜をねイメージして作ったんだけど、どうかな？めっちゃ可愛いんじゃない？色合いとかもう桜のピンクって感じでめちゃくちゃ可愛い。本当に可愛い。ということでこれはちょっと冷やしていきます。よいしょ。次はこれね。桜パウダーあとこんだけしか残ってないんだけど、これ使っていきます。よし、オッケー。これいいんじゃない？これこれ100枚ぐらいあるからさ、どんどん使っちゃわないと。こんな感じで桜のチーズムース餅が完成しました。イエーイ。可愛すぎる。無理。めっちゃもうもちもちなの。早く食べたい。ここら辺とかさ、なんかフォルムが可愛すぎない？やばいね。ちょっと今このクッキーをどうにかして桜にできないかって頑張ってるんだけど、もうこれは無理かもしれない。
もうこれで完成でいいかな。ちょっと待って、本当にどうしようこれ。待って、最後の悪あがきすぎる。やばい。クッキーのデコレーションも終わりました。めっちゃやけくそになってしまったんですけど、これは本当に改良が必要だね。許してください。ちょっとね、体力もね、もう切れてきてしまって、これが限界でした。ということで、桜のクッキーも完成です。イエーイはーい、こんな感じで全部の桜スイーツが完成しました。イエーイかわいすぎる。やばいね。ちょっと桜スイーツ幸せすぎない？なんかこの間のいちごのアフタヌーンティーは全体がピンクとか赤とか派手な色だったんだけど、今回のこの桜スイーツはね、柔らかい温かい感じのピンク色に、統一しました。どうかな本当に可愛いんだけど、やばい。ハロウィン、クリスマス、バレンタインって結構大きなイベントが終わっちゃったんだけど、桜スイーツとか抹茶スイーツとか、これからはイースターとかもあるし、そういう小さいイベントとか、季節のスイーツとかもね、これから作って楽しんでいこうと思います。で、考えるとハロウィンが来るのもあっという間だよ。お菓子作りが趣味だとほんと大忙しですね。ということでこれはね、今日お友達といただこうと思うので、冷蔵庫で冷やしておきます。ということで、キッチンのこっち側が本当に汚いので、私はそれを片付けて、お友達をお出迎えする準備をしたいと思います。で、またね。バイバーイ。ということで、作ったスイーツはお友達とみんなでいただきました。まずは一番気になってたこのチーズムース餅を食べたんだけど、断面可愛すぎない？ただもうちょっとチーズ層を分厚くしたかったね。てか本当に美味しかった。意外とね、これが一番好評だったの。もちもちのミルク餅が最高の引き立て役になってくれてる。ちょっとこれは一番手間がかかるんだけど、ぜひ作ってみてほしい。切実に。そういえばミルク餅全然硬くなってなかった。レシピの改良うまくいったかもね。次はこの桜モンブランを食べました。これも断面優勝だったね。桜モンブランは見た目もそうなんだけど、全体の味のバランスとかも本当にもう直すところないかもしれないってくらいうまくできました。やっぱり見た目が可愛くできるのも大事なんだけど、味が美味しくできたっていうのが一番嬉しいね。一通り遊んだ後、最後にシフォンケーキをいただきました。これも断面可愛すぎない？今回全体的に上振れしたかも。これはまずね、ビジュが良すぎたね。私が今まで作ったスイーツの中でもトップ10に入る気がする。やっぱり桜スイーツの中では一番シフォンケーキが好きだなって再確認しました。今回のお菓子作りも本当に楽しかった。次回はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。